入っていいぞ。よく来たな。まあ、そこに座ってくれ。なんだ、このプレゼントの山が気になるのか？いつものやつだ。専属の騎士になってくださいませんかって、貴族女性たちのお誘いのな。もちろん受ける気はないが、モテモテですねと言われてもな。喜んでいいやら悲しんでいいやら。君も知っているだろう？我が国で女性にモテる者は強く、そして顔に傷がある者が好まれる。逆に男性にモテる者は可愛らしく、そして傷一つないか弱い者が好まれる。我が国を建国した英雄とその妻の容姿からそういう傾向になったらしいが、私にとっては困った話だ。男には全くモテず、女にばかり言い寄られるんだからな。まあ、別に男にモテたいなどと思っているわけではないが。見え据えた世辞はよせ。私を可愛いなんて言う男は君くらいだぞ。こんな話をするために呼んだのではない。こたびの山賊討伐任務の話だ。聞いたぞ。随分な活躍だったらしいじゃないか。敵の首相を討ち取ったのも君だとか。新人の頃、あまりにも弱すぎて、私が付きっきりで訓練をしてやったあの軟弱騎士と同一人物とは思えないな。師匠としても騎士団長としてもとても誇らしいよ。そこでだ、君に褒美を与えることにした。何か欲しいものはあるか？新しい剣が欲しい。いいだろう。一流の職人に最高級の剣を作るように依頼を出しておこう。それと、話はもう一つあってな。先日話した例の件だ。考えてくれたか？なんだ、忘れてしまったのか？私と結婚し、我が家に婿養子として入ってくれないかって話だ。まだ考えさせてほしいか。やはり、行方不明になった恋人が忘れられないのか？私の方でも調査はさせているが、一向に手がかりはない。辛いと思うが、諦めて次の恋に進むというのも一つの手だぞ。それでも諦めきれないか。わかった。調査に割く人員をもう少し増やして、隣国のあたりまで探ってみよう。何かわかったら私の方から連絡する。それではもう行っていいぞ。お、来たな。入っていいぞ。今日呼んだのは他でもない。君の恋人の件だ。いい知らせと悪い知らせがある。まず、いい知らせ。君の恋人が隣国で見つかった。しかも元気に生きている。次に悪い知らせ。君の恋人は結婚しているそうだ。相手は隣国の貴族で、その貴族の第三夫人として可愛がってもらっているそうだぞ。信じられないか。君がそう言うだろうと思って、その貴族宛てに手紙を送ったよ。あなたの妻である第三夫人にお伝えしたいことがあります。とな。手紙の内容はこうだ。私の部下であり、君の恋人だった男は未だに君のことを愛して待っている。せめて何も言わず彼の前から消えた理由を説明してくれないか。とな。その返事の手紙がここにある。読むぞ。騎士団長様、お手紙ありがとうございます。彼が未だに私のことを思っていてくれたこと、
とても嬉しく思います。彼の目の前から突然消えた理由をご説明させていただきます。私は彼のことを確かに愛していました。ですが、彼は騎士になってからというもの、訓練と任務に追われ、私に全然会いに来てはくれませんでした。私のことなんてもう覚えていないんじゃないかと、そう思ってしまうほど。そんなある日、街を歩いていると隣国から視察に来た貴族の方にお声をかけていただきました。美しい人よ、私の妻にならないかと。その貴族の方はとても優しく情熱的でした。当時、毎日を寂しい思いで過ごしていた私にとって、それは魅力的なお誘いでした。そして悩んだ末に貴族の方の妻になることを決めたのです。このような形で報告をすることになり申し訳ありません。ですが、私は今幸せです。彼に伝えてください。私のことは忘れ、他に愛する人を探してほしい、と手紙には書いてある。ショックだよな。信じていた恋人からの裏切り。だが、相手が貴族。しかも隣国の貴族となれば、なおさら文句を言うわけにもいくまい。最初はな、恋人の件が整理できたら、君には私との結婚の話をすぐにでも考えてほしいと思っていた。だが、このようなことがあっては、すぐ誰かと付き合うなど考えられないだろう。だから、まずは忘れよう。君の元恋人のことを。そうだ、今夜は一緒に酒でも飲まないか？うまい肉料理と最高級の酒を出す店を知っているんだ。もちろん、支払いは私が全部元。ああ、いくらでも飲め。好きなだけ食え。そして、思う存分だけ、私が付き合ってやるよ。じゃあ、店の場所は後で伝えるから、君は帰って一旦休むといい。今の気分では訓練などできないだろう。それでは、また後でな。